はい、どうもこんにちは。20代の人生の悩み、キャリアの悩みを言語化する20代の人生言語化チャンネルです。今日から初投稿というところで20代のいろいろな人生の悩みや不安というところを構造的に言語化していくチャンネルを始めたいと思います。まず20代というのは悩みが尽きない、悩みが無限の年齢だと私は思ってます。キャリア、例えば転職するか、それとも独立するか、海外に行くか、人生においては結婚するか、子供を作るか、そういういろんな悩みが出てくる年だと思います。そういう悩みというのはある種不安、悩み、答えがない問題だと思います。これまで大学生になって問題を解く、受験に受かる、そういうような正解があったところから人生を生きる上での正解のない、答えのない悩みにぶち当たるというのが20代という年代だと私は思っています。こういう悩みを抽象的な悩みから具体的な悩みに落としていく、こういう図式化して落としていくっていうところをこのチャンネルのテーマとして構造化していくことで、多くの人の悩みがすっきりしてより意思決定ができる状態になればいいなと思ってこのチャンネルを運営していきたいと思います。実際私は25歳で大企業を辞めて、今 SNS やノートで20代の人生設計というところを語っております。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録だったりとか X やノートに覗きに来てくれると嬉しいです。今回のテーマは第1回というところで、20代は貯金をするべきか、それとも経験に投資するべきかというようなよく言われる二項対立の問題について話していきたいと思います。実際この悩みというのは多くの人が考える20代の悩みなのかなと思います。年収が高い会社に行く、それともワーホリだったりとか独立する、今しかできないリスクを取る挑戦をする、そういう悩みを持っている人は数多くいると思います。実際私も25歳で会社を辞めてフリーランスとして独立しました。その時の貯金額は実際100万円くらいしかなかったんですけど、なぜそれを決めきれたのかというところだったりとか、私の人生のバイブルのような本であるダイビズゼロというような本の2つから考えていきたいと思います。先に簡単に結論を言うと、20代はお金より経験に投資するべきだなと私は思っています。なぜそう考えるのかというのは、お金が持つもの、経験が持つもの、そして20代という人生の特異性、そういうところから紐解いていけたらいいなと思います。まずこのダイビズゼロという本がどういう本かというと、人生は思い出作りだというところがテーマになっている本です。その中で私が特にここで出したいのは、経験にはタイミングがあるというようなお話です。人生には賞味期限がある、できることできないことがあるというようなことがダイビズゼロでは書かれています。どういうことかというと、20代で例えば海外に行く、30代で海外に行く、
50代で海外に行く。年齢は違う、場所は同じ、そういうような同じことをするといっても、その年齢によってできること、価値というのは違います。例えば20代であったら、私もいろいろ経験したんですけど、貧乏旅行10万円で1週間東南アジアに行くだったり、35万円で1ヶ月ヨーロッパに行く、そういうような旅行をしたりとか、ハードな旅行、友人とのわちゃわちゃした旅行、いろんな旅行をしてきたんですけど、そういうのはある種20代だからできることであって、30代50代になるとなかなか難しいことなのかなと思います。こういう20歳にしかできないことがあるよと、20代にしかできないことがあるよ、それがこの人生には賞味期限があるということをダイエーゼロは教えてくれています。また私は経験、自己投資ですね。例えば旅行に行くだけじゃなくて、勉強する、資格を取る、そういうものを経験と定義するとしたら、ここから生まれるのは記憶の配当があるということと、経験を通じて人脈やスキルが得られるという2つの良さがあるのかなと私は思っています。まず記憶の配当とはどういうことかというと、よく投資でいう配当金というように、20代で得たプラスの楽しい経験、海外旅行、友達との遊び、彼女との思い出というのはそこで終わりなんじゃなくて、死ぬまでずっと思い出して楽しむことができるよというような話です。20代の経験と40代の経験、仮に60歳で死ぬ、70歳で死ぬとしたら、それは30年間しか味わえませんが、20歳で味わった経験というのは死ぬまで50年間分、その分得をしてるよねというのがこの記憶の配当という概念です。お金には配当金があるということはよく言われるんですけど、この経験にも記憶の配当があるよ、何回でも楽しめるよということはなかなか多くの人が考えない議論なので、ダイエーゼロはこのところを主張していて、私は大きく感銘を受けました。こちらの人脈やスキルというのは結構自分の自己体験的なところになるんですけど、海外旅行に行くと、英語を話すだったり、海外で得た人脈が得たりというような経験を通じてしか得られないものっていうものを得ることができます。それを通じて終わりじゃなくて、お金に変える、キャリアに変える、そういうことができるのが経験の強みなのかなと思います。ある種お金を貯めるだけして日本にずっといるだけいて、そういうような人生を生きていると、この経験でしか得れない人脈やスキル、お金やキャリアに変えるということはなかなか難しいのではないでしょうか。そういうところから私は、お金よりも経験を20代では優先するべきだと思っています。実際この20代という年齢は、多くの人が長期的に見たら相対的にお金はなし、時間体力ありというような年齢だと思っています。そう考えると、この時間にしかできないことって他の年齢よりも多くあります。そういう時にしかできないことに投資する、それがお金よりも経験ということなのかなと私は考えています。じゃあ二項対立的な話なので、お金は貯めなくていいのかと言うと思うんですけど、私はそうではないと思っています。お金が与えてくれるものは何かと考えたときに、安心と、これは多くの人が感じるところだと思うんですけど、私は行動の選択肢、行動の幅と定義しましょう。行動の幅を置いてくれるものがお金なのかなと考えています。実際私が貯金30万円だったら、会社を辞めて独立するはなかなか難しかったと思いますし、貯金が10万だったら海外に行こう、
もう多分無理だったのかなと思います。そういう意味で行動の幅を作ってくれるのはやはりお金だなと思いますね。これらの議論をまとめていくと、私が考える結論っていうのは、20代は経験と、最低限の選択肢を残すというのが考え方なのかなと思っております。実際にお金がどんなに貯金しても不安だよという方は、何のためにお金を貯めているのかという目的のなさというところから来る不安なのかなと思います。実際私は20代は経験の最大化というところを SNS でも発信してて、経験を重視するからこそお金はあった方がいいよねというところを考えているので、実際にすごいお金を貯めるというよりも経験を作るためのお金だからこそ最低限、これも人によって変わってくると思いますが、こういう目的を置いておくと、どうお金を経験と貯金に投資するかという、額が決まってくるのかなと思ってます。実際ここは人によってファイヤーしたいとか貯めるのが好きだという人もいると思うので、目的によって変わってくるのかなと思いますが、正直そのことをした時に20歳で得られる経験だったりとか思い出ということはもうなかなか取り戻せないよというのも残酷な事実だと思うので、それを考えた上で自分で配分していくというところが意思決定の中で重要なのかなと思います。これは都合がいい考え方なのかなと思われますが、結局は目的、人のどう生きたいかという判断軸だったり、もっとコンセプトというところにつながってくる議論だと思うので、私は20代は経験最低限の選択肢というところを目的において考えています。こういうような議論っていうものを、X ノート20代の設計というところ、今後の YouTube っていうところでも徐々に発信していきたいと思いますので、もしこの動画がいいなと思ったことは、高評価だったりコメント、俺はそうじゃないと思うよっていうコメントだったりとか、ノート X フォローしたり覗きに来てくれると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。